にちは。今回は日々は過ぎれど飯うまし第12話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。夜勤要素、ボールパック要素、草始まったな。小学生かな。禁煙特有の夜勤要素、草こいつら男子中学生やろ。くりゃ怖い。ひえ、すごっ。やっぱりおしんこは外に出しとけや。終わりそうで泣きそう。物より物してない。こういうところばっか有能だなズベリー。そういうの泣くからやめて。なぜポスカが太陽にと思ったが、悪縁サイトかあったし自然か。最終回みたいなことするのやめろ。存在しない記憶。敬遠してる羊ちゃん。お前らは写真にメッセージとか書いたことなさそう。裏に名前と撮影日と。羊ちゃんは50年くらい経っても外見変わってなさそう。私や書いたことすら忘れてるなんて。今の私の言い方好き。綺麗ななりツッコミだったな。ダメだこいつら。エロいな。股間蒸れるからこたつ楽しめない。こたつに入ってるだけで1話アニメが作れるくらいだしな。人も猫も犬もダメにするこたつ。もう出前取ろうぜ。料理するんじゃなかったのか。ブーツで来た人が1人いると地獄になる。こたつ。みんな寝てるだけ。なんで実家に帰省しないの。大山佳乃に似合う役多いな。もう2026年だと。これ未来だったのか。もう2025年が終わってしまったのか。つか大晦日に物質使っていいんだな。20くらいの時の年越しとか楽しかったな。なんとなく2025年あっという間だったな。一人キララジャンプ。よくない。スルーはよくないぞ。7だけジャンプするタイプ。明けましておめでとうございます。大学1年なんて一人で年越しが普通だろう。お前ら正月に誰かからメッセ来ることなんてある。終わりそう。ああ終わらないでくれ。食べることばっかり。おいなんか終わりそうだぞ。なんだか最終回みたいですね。お焚き上げって大晦日にやるっけ。なんか最終回みたいになってるんだけど違うよな。楽しくて忘れてたが最終回だったわ。なんかもう年末の雰囲気に追い終わりそうじゃないか。どうなってんだ。最終回っぽい。終わるなあ。ごちそうさま。良い話だったな。終わるな。いい最終回だった。まこっち食べたい。終わらないで終わるんじゃねえぞ。ミキ頼む。はあ、終わっちゃう。よし死ぬか。お前ら今までありがとう。うわー終わる。終わっちゃう。終わった。良い最終回だった。終わってしまった。ああ終わってしまった。歩いて帰ろう。終わらないで。素晴らしいアニメだった。いい最終回だった。あ、こういうのダメですって2期くれなきゃ。アニメっていうのはさ、こういうのでいいんだよ。日々飯よかったわ。今期のオリジナルアニメで結構好きだった。このアニメともう二度と会えないなんて。2期見たいけどこの手のアニメはまずに着ないからな。スマホが2期あったことを思えばどのアニメも可能性あるぜ。結局モコ太郎の中身は不明のままか。最終回でネタバレとかあるかと思ったら、もしかしたら C パートが C 来た。やっぱり都立大学か。女子大だったんだ。また時間がループするのだ。一気に4月になったよ。そしてすぐに次の春へ。男が存在しない世界。ちゃんと進級できたかな。大学アニメが増えてきて嬉しい。綺麗に終わったな。現時点で5人いるし6人以上となると部活ものとしては多すぎないか。5人で限界だな。バンドも5人でやるとまとまらないぐらいすでに多い。2期告知なし。女子大は出会いがないという理由で志願者減ってるそうな。学外と合コンのセッティングはあるでしょう。いい最終回だった。2期は円盤の濡れ焼き次第。まこっちはモコ太郎と会えたんだな。いくらでも続きできそうじゃんね。部員増やす気あるのか。調和乱れそうなのに。終わった。潔いなこのアニメ。このアニメスタッフオープニングもちゃんと流して特殊エンディングまで。おじさんも入部させてもらえるかね。
PA は去年あたりに同じクールに3本やって全部コケ気味だったけど復活したか。5人で関係出来上がってると6人目として入りづらそう。普通に面白かったな。日常系なのかなこれは。とても PA のアニメとは思えないアニメだった。褒め言葉。この1時間で失うものが多すぎる。この日常アニメタイム1時間が地最高だったわ。夏からは追放者食堂と日々飯続けてやる飯テロの1時間。連番が10万枚くらい売れたら息作ってもらえますか。この後 YouTube で日々飯の特番あるからそこで2期発表来ないかな。 PA オリジナルアニメなので2期の可能性は絶望的。 PA はマジでこれを作れる能力を維持するべき。兄よりだから余計2期の可能性低いんだよな。ああ面白かった。でもまあ2期やらないんだろうな。2期作ってくれよ。料理研究部 VS ネテモノ料理部とか。もうまこっちに会えないなんて死ぬわ。安心してください。来期も見られますよ。最終回らしい締めでよかったわ。悲しいことなんて何一つない話なのに途中ちょっと泣きそうになった。日常系長らくて指名してたのは何だったんだろう。よっぽど円盤売れなきゃ2期は無理だろうな。というか PA オリジナルで2期って皆無か。あかん泣きそう。 PA じゃなきゃここまで仕上がらなかっただろうけど PA だと2期が望めないというジレンマ。スキロー。やっぱのんのんびより作者のセンスめっちゃええよな。ギャグがちゃんと面白い。おしんことか完全にのんのん日和やったけどこういうのでいいんだよってアニメでよかったわ。いい最終回だった。オリジナルアニメにしては頑張った。いい最終回だった。こういうのでいいんだよ。結構良作だった気がする。 PA じゃなきゃ2期ありそうなのに。ほのぼの日常もので面白かった。漫画で細々と続いてほしい。のんのんびよりの監督が有能だった。ノーストレスで見られるアニメだった。一気に飛んだな。後輩ができて2期に続けたらいいな。展開か。あんまり PA っぽさを感じない作品だった。正月で終わりかよと思ったら2年頭まで飛んだ。大学って3学期は試験くらいしかイベントないから。やってること自体は楽しいし人間関係さえ保てればいいサークルだよな。あれ、2期のお知らせは。視聴者の知らない写真が。俺たちが PA に求めていたものを提供してくれたアニメだった。3年ぐらい続けろ。素晴らしい素晴らしい素晴らしい最終回だった。もう2期は2人くらい新入部員加えて2期やってくれよ。 PA オリジナルで当たりっていつぶりだろう。真夜中パンチ。商業的にはどうか知らんけどメイドのやつはおもろかった。 PA は可愛い女の子をわちゃわちゃさせとけばいいってことを実感したアニメだったな。 PA オリジナルはもうずっとこういうのやろうよ。 PA はこういう路線で頼むわ。のんのん日和より喪失感で会話。2年生編もアニメ化しろ。キャラデザ淡白なのにまこっちがエロく感じるのすごいと思った。あと羊ちゃんの変な声が癖になる。これキララアニメか何かと思った。オリジナルだと最終回で気づく。コミカライズ担当してるのが元キララ作家だから実質キララアニメみたいなもんだ。羊ちゃんがガチ恋勢だったから辛い。日常ものであまり描かれない大学ライフを舞台にしたのはいいな。今期は大学ものが多い珍しいクールだったな。いい最終回だった。最高でした。この一言に尽きる。まこっちが意外と胸がでかいというのを最終回で知った。 PA でここまで面白かったのはほんと久々。綺麗に終わったな。いいアニメだった。お蕎麦のおつゆから作るのはすごいな。ついに終わってしまった。本気Ｎｏ.1アニメだったのに。最終回だけあってちょいエロも気合入ってたな。ポチと触れ合うまこっち。高尾食堂にもこ太郎。餅をつくまたピン。部室で寝る事務員さん。気になる。ラストのコルクボードのシーンで本編にないシーンの写真がいっぱいあったから、あれからもいろいろ活動してたのがわかる。演出いいね。みんなで大掃除と年越しからの初詣。年越しそばと手巻き寿司美味しそうだったし、お焚き上げをキャンプファイヤーっていうななちゃん面白かったです。思い出の写真も増えたし、1クールを通してまこっちたちの成長が見れてよかったです。年越し&新年会。
1人入店と注文をこなし成長したまこや、1人追加し大掃除の悪魔にの再現は過去回を見返すと感慨深い。冬のこたつでいつも以上に緩い表現を描いたのが印象的だった。これで最終回とか嘘と言ってくれ。もう大好きだ。いつも思い出の写真に写るのは5人と料理の写真。食文化研究部の年越しとまた新たな春。のんびりしながら少しギャグもありながら変わらない楽しさと幸せ。マコも成長したし、最終話なんて言わないでまた2期やってください。お疲れ様だ。ちゃんと時間経過をこういう描写で描いてくる作品とか映画好きなんだよね。この話は続きを作らず、この子らがこの後どうなりましたとか、どういう文句ってるかとかを勝手に想像の余地に任せてなんぼだとは思う。面白かった。大掃除の中で過去を振り返る。これも掃除の醍醐味だね。最初の掃除の時みたいにはさせない。そんなくれあの怒りが伝わる笑い。物質とともに紡いでいく食文化研究部の奇跡と重ねていく仲の良さ。最後が年末ってところもいいよね。四季折々の食材や料理も共に振り返れる気がして好き。こういうので良いんだよ。こういうので変化球はないけど、だから良い。まったりと過ごす年越しが素敵に見える。今回も癒されました。まこっちゃんが振り返る1年が尊く魅力的なものに見えた。また新しく来る後輩を交えて2期やってほしい。終わらないで。マジで面白かったな。高尾に惹かれて見始めたけど、キャラも可愛いし、丁寧に関係性とか成長が描かれてて本当に良かった。お手本のような日常アニメ、ずっと続いてほしい。最終回も完璧だったし、新入部員入れた2期やってくれ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。